かっけ、漠然と小学生ぐらいの時からなんか自分の手を使ってものづくりできる、漠然とですけど、そういう仕事に就きたい、仕事に就きたいというかそういうことをやりたいなっていうのを思って、で、中学生ぐらいになって、実家に父親がギター弾くんですけど、ギターがあって、ただそれが今思えば原稿が多分4ミリぐらい、4、5ミリあるすっごい弾きづらいやつで F を抑えられなかったんですよね。最初は僕がギター下手だからダメなんだと思ってたんですけど、それから知識を得ていく中でギターそのものがおかしいってことに気がついて、はい、それをきっかけにギター弾くことよりもそのものみたいな方に興味がいったっていうきっかけっていうのはそれですかね。修行は杉田健二さんのところで修行したんですけど、このきっかけは、高校卒業して、エレキギターを作る専門学校に2年間行ってたんですけど、その途中でエレキギターよりもアコースティックギターに興味がどんどん移っていって、でもっと深く勉強したいっていう思いに駆られて、その当時私が調べられる範囲ではあるんですけど、自分の技術はしっかり持ってて、かつオリジナリティのある楽器を作っている人っていうところで杉田さんにたどり着いて、連絡して弟子にしてくださいっていうところですね。それがきっかけというか、はい、2001年に富山に来て2012年独立したので11年ですね。で、今振り返ると期間は長いですけど、十分力量を得られたっていうふうに思ったことはないので、そういう意味ではよく長いのか短いのかわからないですね。自分の名前独立してからは180本ぐらいですね。今14年目なので、丸13年間ぐらいで180本です。今はどんどん本数減ってますけど、子供がいない時は仕事も自分の時間は全部仕事に使ってたので、一番多い時は年間18本とか、一番少ない時は7本とか落差ありますね。去年は少なかったです。引っ越しで3ヶ月ぐらい仕事できなかったですし、アコースティックギター、フラットトップのアコギっていう意味では、そうですね、一番好きな組み合わせ、音が一番好きなっていう意味では、イングルマン・スプルースト・トチとか小さいサイズのギター、ダブルオーとかシングルオーぐらいで、ノンカッタウェイとかだったらスプルースト・トチが好きですね。柔らかい音が好きなので、割と。外見上でこだわっているところは、ラインとか、そうですね、なるべく不自然な流れがないようにしたいっていうところだったり、ロゼッタは寄せ木細工を使ってやるっていうところはこだわってますね。微妙な違いまで含めると多分2、30種類あると思うんですけど、30種類で大きく分けて多分7種類ぐらい。あとは色の組み合わせだったりでいくらでも増やせるんですけど、パターン的に自分の中で明確に違いがあるなと思うのは7種類ぐらい。ヘッドは正面からだけじゃなくて横から後ろから見た時に動きがあるような。昔師匠のお手伝いで山小屋で働いてた時に正面にすごい
風景すごいんですけど、季節によって日の当たり方違かったりだとか、山の稜線のその表情みたいなところが日々違ってたんですけど、そういうのをちょっとイメージしたヘッドというか、無理やり通じた合わせた感じですけど理想的なのはやっぱ気温がしっかりして太いことっていうところですね。やっぱ気温がしっかりして音に芯があって、その倍音キラキラって感じじゃなくて、まず芯の音がしっかりあってっていうところが理想ですね。それプラスその角材の色合い、彩りみたいなのがその使う材料によってその加味されるっていうのが理想ですね。その基本的な音はなんていうんですか、しっかりあるんですけど、材によっての違いもしっかり出るみたいなところが理想です。そのどんな材料でも微調整っていう意味ではしますけど、そのなんていうんですか、ある意味その材料が持ってるポテンシャル以上のことはできないと思ってるんで、その極端な話、余計なことをしないのが一番いいんじゃないかなっていう考え方ですね。音楽は何でも聴きますけど、最近はピアノとギターのデュオ、特に誰ってわけじゃなくて、その形態のやつのばっかり聴いてます。別に特にこのジャンルだけを聴くっていうのはないですけど、ピアノが入ってるやつが好きかもしれないです。なんでわかんないですね。ギターがなくてもいいですけど、なんでだろう。ピアノの音ですか？そうなのかもしれないですね。なんで？やってみたいこと。仕事、そのギター作りっていう意味で言ったら、なんか構造的にもうちょっと今までの流れとは全く関係ない、その全く違う構造の何かをやってみたいなとは漠然とずっと思ってるんですけど、他の人がやってないような構造を考えれたらちょっとやってみたいなってずっと漠然と思ってます。そのためにその CNC と CAD と CAM を勉強してて、その頭の中では漠然とあるんですけど、それを具体案としてまだ生み出せてないんですよ。